こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は普通のノート PC よりもちょっと性能が高めで、価格も10万円台前半から中盤頃までに抑えられているおすすめのノートパソコンを紹介します。普通のノート PC は動画編集やゲームをするのは難しいスペックであったり、ディスプレイの色がくすんでいたりと、用途によっては不満があることでしょう。今回紹介するノート PC は普通のノート PC と比べてサクサク仕事をしたり、カジュアルにゲームをしたり、簡単な動画編集をしたり、綺麗な映像で動画を視聴したりすることができる製品です。普通のノート PC では物足りないけれど、独立 GPU を搭載したゲーミングノート PC やクリエイター向けノート PC を買うほどではないといった方におすすめです。なお、今回は処理性能の割にはできるだけ安い PC を紹介している関係で、 AI 処理専用プロセッサーの NPU の性能はそこまで高くありません。もし NPU 性能も高い AIPC が欲しいなら別の機種がいいでしょう。まず最初に紹介するのがマウスコンピューターのマウス B5A7A01SRA です。このノート PC は Ryzen 7 8845HS の高性能 CPU を搭載し、標準で3年の保証もついていながら14万9800円とコスパが高いです。3年保証は1万円以上の価値があるので、実質14万円を切っていると言ってもいいでしょう。さらに当サイト限定でこの PC を購入された方に漏れなく5000円分の Amazon ギフト券もプレゼントしています。詳細は概要欄をご覧ください。Ryzen 7 8845HS は非常に性能が高く、シネベンチ2024のスコアはご覧のようになっています。一般的なノート PC に搭載される Ryzen 5 8540U と比較すると約 1.7 倍も高いスコアになっています。このくらい性能が高いとオフィスソフトなどはサクサク動きますし、 CPU で行うエンコードなども速いです。このプロセッサーは CPU 性能が高いだけでなく、 CPU に内蔵されたグラフィックスの性能も高いです。 3D マークナイトレイドのスコアはご覧のようになっています。一般的なノート PC に採用される Ryzen 5 8540U と比較すると約 1.5 倍のスコアでした。そのため簡単なものであれば動画編集や画像編集などもできます。以前10分くらいのフル HD 画質の YouTube 動画をこの PC で作成してみましたが、ストレスなく作業することができました。ただし本格的に動画編集をするなら GeForce RTX シリーズなどを搭載したノート PC の方がいいでしょう。また原神のような軽めのゲームもできる性能です。実際に原神をプレイしてみましたが、画質を少し落とせば十分プレイすることができました。また初期構成では 16GB メモリ 500GB SSD となっていますが、最大 64GB の大容量メモリ、最大 4TB の大容量 SSD へ変更することもできます。さらにもう一つ SSD を追加することも可能です。ディスプレイは 2560×1600 ドットと高解像度で、当サイトの計測では sRGB カバー率 100% と色域も広めです。非光沢なので映り込みも低減されており、作業がしやすいです。また 120Hz のリフレッシュレートに対応しています。内部を見るとダブル冷却ファンを搭載しており、冷却性も高いです。 CPU 使用率が 100% になる負荷をかけても60度台と低めの温度で推移していました。安心して長時間使えると思います。キーボードはエンターキーが大きく、その左側のキーやバックスペースキーも小さくなっておらず、キートップも湾曲しており、割と打ちやすい部類だと思います。ただし重量が約 1.68kg と今回紹介しているノート PC の中ではそこまで軽くありません。もし持ち歩くことがあるのであればやや重く感じるでしょう。次に紹介するのはレノボの IdeaPad Slim 5 Gen 10 16型 AMD です。Ryzen 5 8645HS 16GB メモリ 512GB SSD の構成で11万円台、Ryzen 7 8845HS 32GB メモリ 1TB SSD の構成でも13万円台と非常に安いです。シネベンチ2024で計測したベンチマークスコアはご覧の通りです。なお本製品は電源モードを変更することができます。ここではデフォルトの適応パワーモードとパフォーマンスモードで計測しています。Ryzen 7 8845HS はもちろん
Ryzen 5-8645HS でも一般的なノート PC に採用される Ryzen 5-8540U より十分高いスコアが出ていました。グラフィックス性能も高く、本製品で計測した Ryzen 7-8845HS のスコアはマウスコンピューターのマウス B5 で計測したスコアよりも高いスコアが出ていました。Ryzen 5-8645HS についてはRyzen 7-8845HS よりはやや劣りますが、それでも CPU 内蔵グラフィックスとしては高い性能です。ただしシングル冷却ファンなので、先のマウス B5 と比較するとそこまで冷却性能が高いわけではありません。高負荷時の CPU 温度は適用パワーモードで80度前後、パフォーマンスモードだと100度近くになります。基本的には適用パワーモードで使った方がいいです。ディスプレイは有機 EL を採用しており、引き締まった黒と鮮やかな色を表現することが可能です。解像度も 2880×1800 と高いので、画像などを高精細に表示することが可能です。リフレッシュレートも 120Hz と高めなので、ゲームなどもしやすいです。ただ、画面の表面が光沢なので映り込みがあります。また、有機 EL ディスプレイなのでちらつきがあります。PC を使うと目が疲れやすい方はより疲れやすく感じるかもしれません。キーボードはエンターキーやバックスペースキーがやや小さく、エンターキーと点キーの間隔があまり空いていない点が気になりますが、普通の打ちやすさだと思います。内部はご覧のようになっており、メモリの交換が可能です。また、空いてる SSD 用のスロットもあるので、自分でタイプ2280の M.2SSD を増設することが可能です。次に紹介するのは、先に紹介した IdeaPad Slim 5 Gen 10 16型 AMD のディスプレイを14型にした製品です。基本的な特徴は一緒ですが、価格が非常に安くなっています。Ryzen 5-8645HS、16GB メモリ、512GB SSD の構成なら約10万円という安さです。ただし、ディスプレイについては画面サイズが小さいだけでなく、解像度が 1920×1200 ドットと低くなります。ペンタイル配列の有機 EL ディスプレイは解像度が低くなると小さい文字がやや見にくくなります。文字の中に赤などの色が混じって見えたり、文字の輪郭がざらついて見えたりします。筆者は目が敏感なのでやや気になります。ただ、全く気にならない人も多いので、そこまで神経質になる必要はありません。PC の画面を見てもそれほど目が疲れない方はおそらく気にならないのではないかと思います。その代わり、重量が約 1.39kg と今回紹介するノート PC の中では軽く、持ち運びに便利です。次に紹介するのが HP Pavilion Plus 14EW です。Core Ultra 5 125H、2560×1600 ドットの IPS 液晶を搭載しつつ、13万円台で購入することができます。2560×1600 ドットのディスプレイは非光沢なので映り込みが少なく扱いやすいです。色域も 100%sRGB と広めです。なお、Core Ultra 7 155H のモデルはディスプレイが 2880×1800 ドットの有機 EL となります。有機 EL ディスプレイは 100%DCI-P3 と色域が広いですが、光沢となりちらつきもあります。キーボードは主要なキーのサイズは比較的揃っており、普通の打ちやすさですが、エンターキーの横にもう一列キーが配置されている点はあまり好きじゃない方も多そうです。シネベンチ2024のマルチコアのスコアはご覧の通りで十分高いです。内部はご覧の通りです。メモリはオンボードメモリなので乾燥することはできません。セカンド SSD の増設もできません。次に紹介するのがデルインスパイロン16 Plus 7640です。このノート PC は Core Ultra 7 155H に 32GB メモリ、1TB SSD という高いスペックで15万円台で購入することができます。ただ、この PC のディスプレイを14型にした兄弟機種はオンラインでの販売が停止してしまったため、この PC も在庫がなくなり次第販売終了になると思われます。本製品のディスプレイは16型と大きく、解像度も 2560×1600 と高く、非光沢で映り込みも低減されており作業がしやすいです。その代わり重量は約 1.9kg となっており、持ち運びにはあまり適しません。Core Ultra 7 155H の CPU 性能は
Ryzen 7 8845HS と同じくらいの高い性能です。海外メーカーのキーボードは一部のキーが小さくなっていることが多いですが、本製品は小さくなっているキーがなく、タイピングしやすいのも特徴です。内部はご覧のようになっています。メモリはオンボードです。SSD の増設もできません。次に、今回紹介する PC の中で唯一使ったことがないノート PC ですが、コスパの高い製品なので掲載します。それはドスパラで販売しているレートレック A4M です。こちらは Core Ultra 7 155H に 16GB メモリ、1TB SSD を搭載して14万円台です。この機種と同じボディのノート PC をテストしたことがありますが、2.8K の液晶ディスプレイを搭載し、色域も広めでちらつきもなく見やすかったです。またメモリや SSD をカスタマイズすることができるのもメリットで、メモリは最大 64GB、 SSD は最大 8TB にすることができます。キーボードはバックスペースキーなど一部のキーが小さく、キートップもほぼフラットですが、普通の打ちやすさかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回は普通のノート PC よりもちょっと性能が高めで、価格も10万円台前半から中盤に抑えられているおすすめのノートパソコンを紹介しました。普通のノート PC では物足りないけれど、独立 GPU を搭載したゲーミング PC やクリエイター向け PC を買うほどではないといった方におすすめです。何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。